今日はエビワンタンスープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はエビワンタンスープを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、むきエビを使って手軽に作れるエビワンタンスープをご紹介していきます。材料はとてもシンプルで作り方もすごく簡単です。ところどころにポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにワンタンの材料をご紹介します。材料はこちらです。むきエビ、長ネギ、生姜、お醤油、ごま油、片栗粉、塩、ワンタンの皮、塩、胡椒、こちらの材料を使って作っていきます。まずエビに関してなんですが、今回は手軽にむきエビを使っていきます。こちらのエビに関しましては、お好みで殻付きのエビを使っていただいても OK です。その場合はですね、正味 100g 用意してください。エビの品種に関しましては、お好みのものを使用してください。それでは続いてスープの材料をご紹介します。材料はこちらです。長ネギ、生姜、小ネギ、鶏ガラスープの素、お醤油、料理酒、ごま油、お水、そしてお好みでラー油です。今回はね、鶏ガラスープの素を使ってスープを作っていきます。こちらのスープに関しましては、お好みの出汁で作っていただいても大丈夫です。そしてラー油ですね。こちらはですね、お好みなので、辛いものが苦手な場合とか、あとはお子様が召し上がる場合は抜いて作ってください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに具材から切っていきます。まずはじめにワンタンの中に入れる長ネギから切っていきます。ワンタンの具材に入れる長ネギはみじん切りにしていきます。やり方はね、やりやすい方法でやってください。では切っていきます。はい、具材に入れるネギはこのようにみじん切りにしてください。それでは続いて具材に入れる生姜を切っていきます。こちらの生姜もみじん切りにしていきます。まず皮は剥いてください。皮付きがお好みの方はね、皮付きでも OK です。そしてみじん切りにします。こちらもですね、やりやすい方法でみじん切りにしてください。はい、 OK です。このようにみじん切りにします。それでは続いてスープに入れる長ネギを切っていきます。こちらの長ネギは斜め切りにしていきます。はい、このように斜めの薄切りにしてください。続いて生姜です。生姜は先ほどと同じようにこちらも皮を剥きます。そしてこちらの生姜はね、千切りにしていきたいと思います。なのでまず薄切りにします。あとはね、細切りにしていきたいと思います。はい、スープ用の生姜はこれで OK です。それでは続いてトッピングの小ネギを切っていきます。まずね、根元を切り落とします。そして半分に切ります。あとはね、切り口を揃えて切っていきましょう。はい、小ネギはこのように切ってください。それではむきエビです。むきエビなんですが、もちろんね、このまま使っても大丈夫なんですが、簡単な下処理をしていきます。そうすることで生臭さを取ることができます。それではですね、まず塩をですね、1つまみぐらいですね。そして軽く塩もみします。そしてここに片栗粉を加えてください。そしてまた揉み込みます。はい、で揉み込んだらですね、ここにお水を入れて、そしてね、よく揉みながら水洗いしてください。この工程をやっていただくだけで生臭さが取れるので、ぜひやってみてください。あと一緒にね、エビの汚れなんかも取り除くことができます。はい、で揉み込んだら、あとはね、2、3回水洗いしましょう。はい、エビの下処理はこれで OK です。それでは今からね、こちらの水分を拭き取って、そして包丁で刻んでいきます。はい、それではまな板にキッチンペーパーを敷いて、まずね、エビを並べて水分を拭き取ります。今回ね、むきエビのやつは背わたがついてないのでこのまま使うんですが、背わたがあるものに関しましては必ず取り除いてから使うようにしてください。そして上から押さえつけます。はい、それでは続いてこちらのエビを刻んでいきます。まず適当にね、刻んでいきましょう。さらにね、細かく刻んでいきます。ちょっと叩くイメージで作ってください。
はい、OK です。このぐらいですね、細かめに刻みましょう。それではね、今から具材を合わせていきます。まずボウルにエビを入れます。そしてここに味付けをします。まず塩コショウですね。2つまみぐらい振ります。そしてお醤油、ごま油、あとは片栗粉も入れてください。まずこちらの材料だけを加えて、そしてしっかりとこねていきます。このタイミングでネギや生姜を入れてしまうと、揉み込んでいくうちにお野菜から水分が出てしまいますので、まずこちらの具材だけをしっかりと揉み込んでください。それではね、しっかり揉み込んでいきます。ちょっと粘り気が出るぐらいまでね、揉み込んでください。そうするとプリッとした食感に仕上がりやすくなります。はい、OK です。このぐらいですね、しっかり粘り気が出るまで揉んでください。そうしましたらここに長ネギ、そして生姜を入れます。そしてよく練り混ぜます。ここであんまりね、強く押さえつけてしまうとお野菜から水分が出ちゃうので、ちょっとふわっと混ぜるイメージで混ぜましょう。はい、このように混ぜてください。それではですね、今からこちらの具材を皮で包んでいきます。それではね、具材を包んでいきます。まずね、ワンタンの皮を用意してください。それをひし形になるように置きます。そして具材を取って真ん中よりも少し手前に置きます。ここでね、具材を入れすぎてしまうと茹でている時に破裂したりしてしまうので、具材の入れすぎには注意してください。そしたらね、この周りを濡らします。そして包みましょう。この時ね、空気が入らないように包んでください。はい、こんな感じです。このように包みます。それでは残りも同じように包んでいきます。はい、出来上がりました。今回は全部で22個できました。こちらはですね、包む具材の量によっても変わってくるので、目安にしてみてください。それでは続いてスープを作っていきます。お鍋にまずお水を入れてください。そして火にかけます。火にかけたらここに生姜を入れます。そして味付けの鶏ガラスープの素、料理酒、そしてお醤油を加えます。これでですね、まず一度スープを沸騰させてください。火加減はね、中火から強火で OK です。はい、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。このタイミングで一度味見をしてみてください。そしたらですね、ここに長ネギを入れます。よいしょ。あとはワンタンも入れていきます。はい、OK です。そしたらね、もう一度火にかけてください。火加減は中火です。このままだいたい3分から4分ほど煮ていきます。再沸騰したら火加減は弱めの中火から弱火ぐらいで加熱してください。はい、でこのぐらい沸騰したら火加減弱めます。このままね、続けて加熱してください。もしね、水分がちょっと足りないなと思ったらお水を加えて加熱してみてください。その際はですね、味の調整は行ってください。目安としてはですね、ワンタンが浮いてきてからだいたい2分ほどね、加熱していただくといいかなと思います。はい、 OK です。火を止めます。今トータルでね、3分ほど加熱しました。そして最後ね、仕上げでごま油と、あとはラー油を加えます。そして混ぜましょう。はい、これで完成です。もしね、中までしっかり火が通ってるか心配な方は一つ取り出していただいて、そして中身をチェックしてみてください。そしてこちらの小ネギに関しましては最後ね、器に盛ってからかけたいと思います。はい、これでエビワンタンスープの完成です。こんな感じに仕上がりました。ワンタンもこのようにプリプリで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずスープからいただきます。美味しい。このネギの風味が効いててすごく美味しいです。では続いてワンタンもいただきます。エビがプリップリですね。そしてこのワンタンの皮がね、チュルッとしててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のエビワンタンスープのポイントです。まずエビなんですが、今回は手軽にむきエビを使いました。皮を剥く工程などもないので手軽に作れると思います。ただこちらは殻付きのエビを使っていただいてももちろん OK です。お好みのエビで作ってみてください。そしてエビの下処理なんですが、今回は塩と片栗粉で揉み込んで、そしてしっかりと水洗いしました。そうすることでエビの臭みを取ることができます。ぜひこちらの下処理もやってから作るようにしてください。
さい。そして具材を作る時のポイントです。まずは刻んだエビと調味料をしっかりと混ぜてください。少し粘りが出てくることでエビがプリッとした仕上がりになります。この時にネギと生姜も一緒に揉み込んでしまうとお野菜から水分が出てしまいますので、こちらの2つの食材は後から入れるようにしてください。そして包む時のポイントです。包む時なんですが、あんまり具材を入れてしまうと茹でる時にですね、具材が飛び出てしまうことがありますので、入れすぎには注意するようにしてください。小さじ1/2ぐらいの大きさぐらいがちょうどいいと思います。今回の分量で作って私は22個できました。こちらはですね、包む量によっても変わってくると思いますので、目安にしていただけたらと思います。だいたい 4,5 人前ぐらいになるかなと思います。そしてあとはね、仕上げなんですけれども、今回は鶏ガラスープの素を使ってスープを作りました。こちらのスープの味付けはお好みで作っていただいても大丈夫です。そしてスープを作り終わったらワンタンを加えて、最後にごま油とラー油を入れるんですけれども、ごま油は最後に入れていただくことでしっかりと風味を残すことができます。こちらのワンタンなんですが、もし食べきれない時は一度茹でる前のところまで作っていただいて、あとは冷凍保存していただくといいかなと思います。日持ちとしてはね、1週間から遅くても2週間ぐらいで召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はエビワンタンスープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。